皆さんこんにちは、宮 D です。今日のテーマはですね、開封刀ということでやっていきたいと思います。こちらにですね、教会の保存鑑定がついた、新神刀の開封刀ですね。それから、開封刀でよくある片切り刃の脇差しですね。そちらを、動かしていただいております。非常に、長大な、新神刀をご覧にいただけていると思うんですけれども、今日はですね、このようにパッと見の、形状の違いでですね、刀の違いを見て取れるという風な内容でやっていきたいと思いますので、いろいろな視聴者の方にですね、楽しんでいただけるかなというふうに思っております。ご覧いただけておりますでしょうか。非常にですね、この長大な開封刀、海賊の刀なんていうふうに、言われることも、よくあります。実際のところどうなのかというところとですね、あと、この開封の刀を、愛刀にした天下人っていうのがいるんですね。なので、そういった背景も含めてですね、まずは、開封刀についての、ご紹介という形で、説明させていただきたいと思います。海部島は安房国海部郡、現在の徳島県海部郡で作刀された刀。海部火事の発生は鎌倉末期とも南北朝とも言われていますが、現存しているのは室町時代のものが最古です。海賊の刀と言われるゆえんは、戦場で網や紐などを切るのに適していたと言われる特徴的な形状です。刀身に銘を切るのも海部刀の特徴で、なんともワイルドさを感じるのとともに、刀が実用品だった時代の面白さ、自由さを感じますね。海部刀を愛刀にした天下人、それは三好長慶です。阿波出身の戦国大名三好長慶は淡路水軍を支配下に置き、戦国時代において織田信長より前に畿内を制圧した最初の天下人、日本の福王とも呼ばれます。その長慶の愛刀が岩切海部火事である足利氏吉の作であったと記録されていますが、現存はしていません。残念。三好長慶と共に隆盛を誇った海部島でしたが、長慶の死後、四国の覇者長宗我部元親の海部侵攻によって一時衰退。その後江戸時代に入ると徳島藩公として召し抱えられ、幕末まで作刀を続けました。はい、ということでですね、では早速この本物の刀を見て、ちょっと解説をしていきたいと思います。こちらが、冒頭の話に出たですね、船の上で、網や紐を切るのに適していると言われる片切り刃という形状の脇差しでございます。これが今日の専門用語の一つですね。切り刃作りでございます。切り刃作りというのは何ぞやということでございますね。今回ですね、こちらはその開封刀ではないんですが、厳密に言うと、開封刀によくあるその、切り刃作りの刀、脇差しということでですね、用意しました。こちら、差し表ですね。表側が、平たい、平作りになっております。書いて字のごとくですね、イメージしやすいのではないかなというふうに思うんですけれども、平作りですね。で、裏側、差し裏ですね。差し裏が、切り刃作りになっているんですね。これがですね、普通の刀と何が違うか、どういった、違いがあるかという話をしていきたいと思います。簡単に言うとですね、これがしのぎ筋と言われる、この縦のラインですね。このラインがグッと寄って刃側が狭くなっているんです。で、この脇差しは、横のライン、この横手筋がないタイプなんですが、中には切り刃作りの中でも、横手筋があるものもあります。そうするとですね、かなり古風な、それこそ奈良時代の聖徳太子が持っていたような、上古刀のような古めかしさを感じるような雰囲気になりますね。これは横手筋がないタイプなので、ちょっとよりナイフっぽいというか、包丁っぽいような感じを受けると思います。厳密に言うとですね、これはもっと細かな違いがいろいろあるんですけれども、この刃側が狭くなっているというのがですね、この切り刃作りという作り込みの大きな一つの特徴であるというふうに言えると思います。で、そしてこれは切り刃作りが片側だけなので、片切り刃作りという刀というわけになるわけでございます。確かにですね、このような形状になっておりますと、平たい平作りよりはもちろん耐久性もありますから、物を切る道具としてですね、非常に優秀な、形状だというふうになるわけですね。
これの、胸側ですね。この、背側ですね。こちらがノコギリ刃状になっていれば、サバイバルナイフのような、見た目のイメージですよね。本当にいろんな使い方ができる、便利道具なんではないかなというふうに思います。もちろん泡水軍とか淡路水軍といった、水軍との関わりもあってですね、海賊の刀というふうに言われる、というゆえもあると思うんですけど、まあこの形状のパッと見の印象っていうのも、海賊の刀と言われるゆえんの一つではないかなというふうに思います。で、もう一振りいきましょう。こちらがですね、まあ今日の目玉というふうに、言えるんではないでしょうか。非常に長大な心身と、開封でございますね。で、こちらの刀、何がすごいかというところでございます。心身刀であればですね、結構、大きい刀、長い刀っていうのは、ありがちなんですけども、これは重さがすごいんですね。刀身だけで1キロ超えでございます。時代があって、これだけごついものっていうのは、なかなか見かけることはないんじゃないかなというふうに思いますね。で、そしてですね、これが今日の専門用語、その2でございます。豪壮でございますね。豪壮とよく言うんですが、専門用語というかですね、表現方法の一つみたいなところがあります。ごついイコール豪壮みたいな感じでもう簡単に使われている言葉の一つでもあります。こういったですね、身幅が広くて、長さもあって、で、重ねが厚くてですね、で、重そうという刀を見たらとりあえず言っとけばいいみたいなワードが豪壮ですね。じゃあ具体的にどこからが豪壮な刀なのかというと、特にこれは決まりがあるわけではなく、感覚的に皆さん言ってらっしゃる言葉だと思います。身幅が広いだけで、重ねが薄ければですね、ダンビラという感じの表現にもなりますし、単純に長いだけでしたら、長寸という言い方にもなりますもんね。なので、全体的に大きくて厚みがある、そういった刀に対して、感覚で言う言葉ということですね。心身刀共通の特徴としてはですね、やはり、長い、それから、こうやって身幅が広く、重ねもある。あとですね、切っ先がちょっと伸び心というか、大切先風味というんですかね。そういった刀が多いのは、共通してるんですけども、特にこれはもう、そのいろんな要素をですね、もう一段階スケールアップしたような、すごいボリューム感の刀ですね。で、特にやっぱり反りが非常に少ないですね。反り 0.8 なんですけれども、大体、ちょうどいいと言われる、反りというのは 1.6 ぐらいですから、標準な刀の半分と言っていいのではないでしょうか。反りが少ない分ですね、非常に、長さを感じますし、それから、その分ですね、さらに、重く感じる、特に切っ先の方に重心があるような、感じを受けますね。本当にこれはもう力自慢というか、昔で言うと本当に力士、お相撲さんなんかではないとですね、扱えないような、刀だったんじゃないかなというふうに思いますね。で、このものすごいごつい、海部刀なんですけれども、海賊の刀なんて言われる割にはですね、結構出来がいいものが多いんですね。この刀もですね、漏れなく、非常に出来がよろしいです。これだけの長さでありながらですね、機体割れも非常に少ないですし、地金も非常に楽しめるんですね。痛め肌にまさ混じるというのに加えて、ところどころ木目が出ているようにも感じられますね。非常に見どころ満載で、欲張りな刀というんですかね。これだけの、長寸で地金もよろしい。それから、鉢の働きもございますね。非常に満足感のある、このボリューム感の通りですね、満足感のある一振りだというふうに感じます。で、こちらの、長大な心身刀海部にはですね、この白鞘がついておるんですけども、さえ書きがあるんですね。さえ書き、この刀の、特徴ですとか、あるいは書いた方のですね、名前とか顔が入っているものなんですけれども、どうやらここ少し消されておりますね。これはここにですね、刀、これ無名ですので、極め、おそらくこの刀工が打った刀だろうということを書いてあったんですけれども、
教会の鑑定とですね、違ったんでしょうね。で、それで持ち主の方は消したのかなというふうに思います。時代公開頃と書いてありますけれども、当たらずとも遠からずというところでしょうか。江戸後期でございますからね。神道以降のですね、こう無名との極めというのは非常に難しい部分はありますから、こういったこともよくあるものの一つでございますので、一応今回、触れておきます。でですね、今日画像を引用させていただいたんですけれども、徳島県のですね、海洋町立、博物館にいろいろな海部刀が、常時展示されているようなんですね。今回ですね、用意とちょっとご説明ができなかった、刀身に銘が切ってある、刀身銘の海部刀なども、展示されているようです。全国的にもですね、海部刀がいろいろ見られるという、博物館、美術館は大変貴重ですし、地方の美術館ですとか博物館というのは、いろいろ大変な思いでやってらっしゃるところも多いのですので、お近くに立ち寄った際は、ぜひぜひ、お立ち寄りいただければというふうに思います。さあ、今回はですね、海部刀というテーマでお届けさせていただきました。いかがだったでしょうか。なかなかいろいろと形状の違う刀が見れてですね、面白く見ていただけたんではないかなというふうに思います。で今後もですね、動画の投稿の頻度についてなんですが、月3、4回を基本として、不定期で投稿させていただきたいと思っておりますので、引き続きですね、ご視聴いただきますと幸いです。今日もご視聴ありがとうございました。